2020年11月7日、5チャンネルにこんなスレが立った。埼玉、工場勤務、年収250万、年間休日115日。どう思う？早速スレを見ていこう。1日1万円や、時給換算したら1250円。年齢は ?26。加藤生物。フリーターやん。時給1250ってそんなあるか？工場で単純労働とか頭おかしなるで。3日でなれるんだよな。人間って不思議やわ。営業とかの方が嫌や。実家暮らしじゃなきゃきつそうやな。一人暮らしや。手取りで月20万いかずボーナスもなしか。手取り16ちょいやな。新卒ならまだわかるけど何年目や。3。実家暮らしでもきついな。こういうのでスレ立てれるんはすごいと思うわ。よっぽど自分の仕事に誇りがあるんやろな。は？何があかんの？別に悪いとは思わんがわざわざスレ立てるかとは思う。学年250って高卒1年目と同じくらいやない？もしかしたら正義か設計かもしれん。転職生や。なんでや？それを言って欲しくてスレ立てたんちゃうん？生きるだけならなんとかなりそう。普通に生活できるで。ギリ上級やな。いけるやん。26で初めて彼女できたけど青春コンプレックスが治らなくて辛い。年収は？年間休日は？自分がいいならええんちゃう。他人がどうこう言うことちゃうし。年給120切ったらきついで。有給使えば120超える。用事できた時とかどないすんねん。アキカス。同じ条件でももっと年収高い工場あるやろ。Y の前の工場それで年収400万くらいやったで。Y も工場やけど量産やってないから楽しいんを。安い労働力。中国人の方が稼いでそう。埼玉なら余裕か。平均的なん税人やん。発給で拘束時間長いとか頭おかしなるで。時給換算したら1250円や。バイトより高いで。Y の工場年間休日100日切ってる。残業は50時間。残業は最近ないわコロナで。コロナ前はあったんか？奴隷の方がまともな働き方してるで。埼玉のどこかにもよるけど首都圏でその年収って住んでる意味あるんか？ストレスないならありじゃね。人間関係悪くないわ。Y の工場は7時16時で土日祝日休みに夏季年末年始休暇合わせて休日120日。それで年収240万やが四国のクソ田舎やからな。埼玉ならいかんでしょ。幸せならええんとちゃうか。バイト以上派遣以下。派遣社員いるけど時給1000円だった。自分でいいと思うなら別にええやん。350は欲しい。工場でその給料で選択肢に上がるのがすげえよ。何が？その条件で働いてんのか。どうしようもない田舎とか定年近いとかならともかく埼玉でそれって控えめに言って大事やと思うけど幸せならええんやろ。工場やるなら現場仕事のが儲かるで。狭山の本崎観光より全然給料安くて草。ええやん、東京も近いし娯楽には困らんやろ。すぐ東京行けるのええわ。その年収で結婚ってできんの実際。イケメン陽キャなら余裕。田舎でも工場なら300万の求人が多いのに。残業ありき？大卒か？もしそうなら大卒で工場勤務ってやばいやろ。何のために大学行ったんだ。大卒の人普通にいるで。どうせフランやろ。まあそいつらは就活真面目にやらなかったからやろな。就活真面目にやってたら工場勤務にならなくて済んだのに。大学出て整理とか設計とかやってるやつおるけどアホなんかって思うわ。高卒も大卒も同じ仕事しとるのに給料は最初から4万違ったりするんやで。階級も役職も上がりやすい。大学行った意味あるやろ。工場勤めは周りとうまくやらんと機械でガチで殺されるから怖いわ。ええやん。自分らしく生きれてたら。いい大学入っていい会社入ってとかクソくらいやで。ええやつやな君。せやな。今はええかもしれんけど5年後10年後を考えるんやで。工場勤務なんて何のキャリアにもならんけど一生そこで働くつもりなんか。他の工場に転職できるやろ。Y21 卒そのくらいのところすら受からなくて死にそうや。もう派遣行くしかない。350あや一人暮らしでも普通に楽しめるけど。すぐ東京行けたとしてもその年給と給料じゃ何もまともにできないやん。むしろ単純行員に不相応すぎる賃金払ってるのに不景気アピールしてる企業なんなの？稼ぎは良くても自分の時間楽しめなきゃほんま生きてる意味わからんくなるわ。時間の使い方うまいやつは羨ましいわ。忙しいんか？何が君の幸せ？工場でももっと条件良いところいくらでもあるやん。転職しようや。他の工場に転職できる？生きてて楽しくないやろ。孤独死確定やし。ちゃんと働いてるならそれだけで十分やろ。本庄とか深谷っぽい。通信屋やってたけど辞めて次の仕事探そうと思ってたんにずっとニートやわ。もうじき半年になるけど全然働く気ないわ。貯金あるうち早いかなとか思ってまう。バイトもしてないの？しとらんで。今日もこれからパチンコや。せめてボーナスありの300くらいなら実家でも余裕やのにね。ボーナスがないってどういうことや。一人暮らし屋が普通に貯金できてるで。月4万。すごいと思う。あと年給少ないなは130で350や。Y も年収低いけど年間休日127日や。勝ち組やん。年収300ってそんな難易度高いの？普通。手取りなら割と高い。ちゃんと休みあって300万以上は努力せな無理やろ。年間休日120ってだけでそんな大変なんか。
ハローワークとか見てみろよ。ちゃんと選べば平気。年間休日120の工場ならいくらでもあるで。毎日ヘトヘトそう。ワイと同じような状況やな。生きるの苦手民やからこれでほぼベストや。無理は良くねえよ。やっぱ無能は贅沢求めたらあかんか？意外と手取り30って難しいんよな。辞めてから有料会社って気づいたわ。辞めたの後悔してる？ワイも同じ感じやけどもうすぐ首吊りするつもりやわ。埼玉ってホンダとかの工場なかったっけ？やっぱああいうとこは工場でも入るの難しいの？工場って言ってもピンキリやからな。ワイもそんな感じや。前の職場と比べてはるかにストレスがないのが良い。年収よりストレスか？圧倒的に人間関係とかのストレスを考えた方がええわ。ワイも似たようなもんやけど家賃6万のうち5万会社持ちやし年926だか7やからまあええかなって。将来のことは知らん。若けりゃいくらでも転職できる。時給1000円って暮らしていけんやろ。それ軸に事業所得作れ。自分の時間はそれなりに取れてそうやしいける。福利厚生もりもりではないけど126日休めて残業代全部もらえるだけホワイトなんやなって思う。仕事は残業より人間関係のストレスの方がひどい。逆に人間関係さえ良けりゃ多少の残業枠でもないで。これ、チームの人と仲良いと多少仕事がきつくても耐えられる。クソ。ゴミやんけ。1日4時間とかならギリ考える。ワイも埼玉で働きたい。埼玉から就職で東北来たけどクソや。人間関係の職場なんてギャンブルすぎない？埼玉でもどこに住んでるかで違うからなま。鬼滅とか好きそう。アホの俺でも500、600稼げるのに。大丈夫かあんた。お前が大丈夫か？俺も大丈夫じゃないけど。年収250はもっと大丈夫じゃないやろ。埼玉何がそんないいんだ？和光とかなりますなら埼玉でもマシか。研修の時に加工数が新卒の中でぶっちぎりでトップだし不良も新卒の中ではほとんど出してないのにやる気ない扱いされたこと思い出したわ。ぶち殺してやりたい。有能なのになんでそうなる？知らねえよ。話されてないだけで加工不良が出てたとかしか思いつかんわ。クソきつい作業部署に応援で行けって言われても笑顔ではいと答えて行ってそこでも加工数は新卒同士で負けてなかった。意味がわからねえ。不良が出たら社内規定の不適合処置考えなあかんやろうしそれはないんやないか？ともあれ不運やったな。この悔しさを別の仕事に向けるわ。サンキューやで。そもそも手で仕事して研修受けるとこに行かんってことじゃない。前提の職種ちゃうやろし考えてもしゃあないが。態度悪きゃ嫌われるで。ほんまもんの有能はむしろそんなことで評価されるところに入らん。まあ兵隊で有能でも、あんま出世できへんしな。ごますりも仕事もできたら真の有能やと思う。片手落ちじゃあかんよな。研修なんだからそれと加工数と不良数以外なんで評価すんだよ。なんだそのマウント。Y 前職の年間休日96日やったけど、土日休みじゃなくシフト制で3日に1回くらい休みで5連勤とかほぼなかったから。いくら連休とはいえ年間休日127日の今の会社の方が体力的にきついわ。連休のが嬉しくない？ 3日に1回休みで6年ちょい働いてたから。5日連続で働くスタイルに体を戻すまでがめっちゃしんどいんや。あと2日も休むともう会社行きたくなくなる。Y 結局は慣れなんやね。うちの会社くらいだ休み。まあ残業が多いかとか有給取れるかとか仕事内容が何かとかで、同じ年間休日でもきつさは違うと思うけどな。残業は月10時間以内サービス残業、有給は取れない、事務職って感じやったが。これで残業多くて肉体労働やったら死んでたと思うわ。年間休日120日ないのに手取りクソ安いところで働く人ってどういう心理で選んだんだろうっていつも思う。なんで今日出勤したんやろ。社内カレンダーだと出社費なのにみんな有給使ってるんやけど。使うなら教えてくれやはぶられてるんか。工場ならもうちょい行くんちゃうか？手取り安すぎやろ。年間休日96日って3連休とかまず存在しないわけやんか。何が悲しくてそういう仕事選ぶんやろか。Y は就職活動の時にリーマンショックが直撃した世代なんや。しかも大して有能でもないのにそんな状況で職種とか業種襟好みしてたら就活積んじゃって。結局ブラックに入社して職歴だけ頑張って積んで転職した。Y そういう状況やとしょうがないわな。96日の職場は給料的にはどうやったん？会社の規模は重要やろな。でかい会社はクソ忙しいってのはあれど。さすがに年収ボロボロってのは。あんまないんじゃね？ボーナスなしなら辛いな。埼玉ならその辺のしょぼい企業でも正社員で400万くらいはもらえるんちゃうの？適正破損ぐらいよな。500ぐらい行く工場もあるだろうけど。日勤の工場で年間休日125日以上あって給料いいところなんかなかなかないやろ？年収250とか絶対やめろ。お疲れ様。結構休めるやん。年収700万の壁。役職つかなきゃ届かないけど年取らないと出世できない。若いうちに金が欲しいのに。ボーナスないんか。300ないとかどうやって暮らすねん。彼女も嫁もいらんのなら別やが。ベンチャー企業に勤めてみたいけど体力的に無理やろな。面白そうなのに。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？今回の話に共感した方はぜひ、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。